全長4メーター80センチ、コンパクトボディ×実用性能ということで、ちょっと変わった革新的な1台、コンパクト設計ということでございます。ちょっと車高低いよね。はははい、こちらバンテック2025年ニューモデルアストラーレトリアス480、4万8000円車両本体価格、この展示車の価格1240万7960円のお車でございます。はいはい、バンテックブース一発目はアストラーレトリアス480。ちょうど480。はい、4メーター80、4メーター80、1メーター96、2メーター70。でもマルチルームなしですよ。マルチルームなしですね。はい。で、これがあれで、ここはこれでもついてね。そうそうそうこんでこんだけなってる。はい、リチウム6キロやね。ああ、キロか。はい、なんでだよね、やっぱり。ソーラーは？ソーラーないね。温水タンクあって、うん、ソーラーない。ソーラーはついてないのかな。変なさ、星見えるあんなように、ああいうのがあれば。ディーゼルの、あの時代では10年ぐらいで売ってなかった。ディーゼル4駆。24個、ほんならこれだよな。そう。バックソナー、サラウンドアイ、セレビアム、ルーフウィンドウまでついてると。じゃん切っとこう。はい。お邪魔します。はい、それではお邪魔します。今もうこれ主流やね、新型はね。そうだね。よいしょ、よこしょ。おっと、あ、こっち側にダイネットなんですな。ほほー。広いよね。広いよね。うん。そう座っていただいて、ここも出して。おお。一緒にこうね。これ4人で来ちゃったの。おー、すごい。ないので、はい。運転手さんも座れるようにしました。ここも椅子という形で。で、下は収納。おー、すごい。すごい。ちょっとしたものはここにも入れられます。なるほど、なるほど。ここはベッドになるんですか。そうです。この上が全部下に下がるので。はい。おー。はい。で、その閉めたところこれを乗せて展開すると、ここがベッドスペース。で、これは出して足になるんですかね、この。そうですね。まあ出さなくてもなんか結構頑丈らしいんですけど、そう出して。これお尻邪魔です。はい。背もたれるようにバーッと。これがこのままポンとここに乗るわけですね。はい。すごいですね。広い展開ですね。ですね。なるほど。すごい。珍しくバンクのところに窓がついてますよね。そうですね。バンテックさんで珍しいですね、窓があるの。結構ヨーロッパの車多いですよね。はい。でうちもちょっとやってみたくて、ただまあね、日本の夏は暑いので、お客さんによってはっていう方もいらっしゃる。ここの若干ちょっとあれですか、バンクは狭めですか？普通これぐらい。これは出てくるんですか？でそれでそこで固定なんですよね。固定なんですね。外して前にも置けますので。バンクの意外と荷物置きにされる。そうなんです。はいはい。なるほど。その場合はね、運転席の方からこうパコッといけるように。フォルドシリーズにはちょっと狭いですか？同じぐらいちょっと狭いんですか？そうですね。これだとね、大人が一人がですよね。法定上は一人分って感じです。なるほど。リーブス系のなんでもうちょっと前こう引っ張れますもんね。そうですね。まあちょっとバンクが狭い分。大人一人ぐらいやね。二人はちょっときついって感じですね。収納が3つあって。これは照明のリモコンなんですか？はい。この照明のリモコン標準ですか？で、夜だったら例えばちょっとオレンジ。おしゃれ。ちょっとね、本なんか読むときは白い方がいいので、なんていうのもちょっと選んでいただけたり。これは標準でついてるんですか？はい。標準でついてるんですか？標準でついてます。すごい。ちょっと夜は暗い。これはこの車だけなんですか？今これ初めて採用してですよね。他の車に見ませんもんね。なるほど。この
の車はこのコンロが常設じゃないんですね。コンロが常設じゃないんですね。ではないんですよ。ねその代わり電子レンジで調理器具っていう形にして。こちら。ああ、なるほど。はい。あただお客さんでねコンロ持ってらっしゃる方カセットコンロでも置けばいいですね。ここにちょっとああ、なるほどね。しまっていただいてカセットコンロをスマートここに。で使っていただあ、なるほど、なるほど、なるほど。ど。そう、あ、それで十分ですよね。ははここは、ここね、こっちがこっちが下駄箱になってるんですね。で、ここはですね、はい実はマグネットが使えるような板が立ってああ、すあって。ごい。なんかね、例えばカゴだったりとか、はいなんかいろんなもの今ありますよね。はいそういうのこういうところ、こういうとこ実はあちこちあって。あ、こっちも。そう、そこにね、これもですか。すごい、いいじゃないか。ほほこれ水のタンクは。その真下に入ってって、ああここですね。あここですここですそこ開けるはいとタンクにアクセスできるんですああが。、排水も清水も。外から仕入れはしていただいたなるほ方ど、なるほど、なるほど。じゃあこれだけですか、タンクはもう。この下にはないんですね。そうですね、こっちはないです。はいもうこの20リッターだけ20 20リリッターッターだけなんですね。もう十分ですあー20十分ですじゃあお湯は出ないという。お湯出ないですことですね。はい。ゆりちゃんが。はは。で、ここはコートハンガーですね。そうクローゼですねット。はい。はは。大丈夫です。はい。で、これもリチウムは6キロ。はい、6キロは積んでます。ほこれや、くつゆくさんがさ、対面。はいはい。ほら、対面で座れるようになってる。ほら、ほんまやほら、ほら。すみません、上でちょっとベッドばらしてあるので。はい、ほら、ここほら。あ、ほんまや。対面で座れるようになってるわ。そこだけなんか村八分や。ここ閉めたらいい。ちょっと静かになりたいみたいなおー方がいらっしゃるから、その時はもう閉めて、そこでこう、例えば、ね、ワーケーションなんて言いますけど、はい出た先でお仕事されたりとあーか、なるほどそんな風に使っていただいてもいい何ですしてんね。だ、今日。ここにトイレを置いたら、こちらでお手洗い、用を足すことがこできる。ここに置くわけですね、要するに。そこに実ははい。ポータブルトイレ入れてあって、ここにですか。そこに入ってます。ああで、それを出して、なるほどそこに入れて、で、そのシャッター閉めて、お手洗いさせていたあだいて。ここにトイレが入ってるから、ここにトイレをこう入れて、はいここを閉めればマルチルームにもなるという。そういうことです。素晴らしい。そしてこのままの状態で両方物入れにもなって、座りもできる。一人で仕事もできる。閉めたら家族出ても仕事ができる。素晴らしいな。なるほど。閉めたら家族、ほら。これ全長4メーター80なわ4メけーターですね。80。すごい考えてる。収めようっていうんで、結構いろんなことを。はは。内装デザイナーは実は女性の方で。あーそうなんですかそんな感じしますね。で、ほら、ここも考えて照明がほら、ほんまや普通の寝室じゃなくて照明がついてんねんだから。はで、は。閉めたらこうなるわけですな。あなるほど。あ。で、ほら、こんな大きい扉じゃないねん。パカ取らへんねん、ほら。扉に触れないでください。ほら、おまへん普通のパカーンとかないねんから。だから、あーこう、スライドやさかいに場所取らへんねんから、こう開ける部分あーなるほどなるほの。どここに人がいても開け閉めできるっていう。あ、めっちゃいいやん。は上もただほら。めっちゃいいやん。ほら、上もただ。いつも見てます。めっちゃ、ありがとうございます。おこちゃんありがとうございます。声バレした。で、向こうからアクセスできる。あーすごい、めっちゃいいやん。なるほど。棚もある、ライトもあるよ、ほら、ドクターライトも。ほんまや。あ、めっちゃいいね、これ。そうか、ラップポンここにしまうっていう手やったんだよね。なるほど。で、冷蔵庫もここやし、めっちゃいいし。結構大切、これの出しやすいねん。下出しにくいねんか。で、ここに服掛けもできる。うん。めっちゃいいなぁ。これなんて8。 4.8。いいねー。で、リチウム6キロ。いいねー。これはいいなぁ。なるほど。バンクは狭いけど、一応ここで一緒に寝れるもんうね。ん。はっはおこいちゃん。はい。ー。はい、そうです。おこいチャンネルです。こんにちは。こんにちは。オーニングは標準ですか？オーニングはね、オプションなんあーここオーニングのボーイです。ですよ。そうです。意外と便利やね。ここにも物入れあるやん。あ、めっちゃいい。サイドステップはつかないんですか？サイドステップでつけると、一応3センチぐらいのところに出るので、ああんまりあ、ちょっと低めなんですね。そういつあ、そんまや。で前高も低くしたかったので、あフロアの位置をーめっちゃいい。
乗りやすくはしてる。これ全高で4メーター、3.7 です。3.7 メートル。あ、そういうことだね。 2.7ですね。あ、いやごめんなさい。 2.7ごめんなさい。ごめんなさい。 3メーターないんですね。ベンチレーターがついてもそうなのや。そう、ベンチレーターをですね、はい。屋根くぼませてすごい溜め込んだんですよ。なおので外から見てもポコンっていうのがなくなってます。エアコンの室外機はどこにあるんですか？エゴンスカジそこら辺に。こう下向きですか？横向き？向こう向いてるんや。やっぱ吹き出してくるのがここオーニングがあるので、はいエアコンの風ビュービューくるの嫌だっていう話になるので、だったらあれなんですけど、エアコンの室外ああ、ここにあるわ。ここにエアコンの室外機。は意外とね、あれに染みが当たるとね、エアコンつかないんですよ。これはありがたい。なるほど。はあ、考えてあるね。考えてあるな。そして今日もなぜかビビさんは丸裸じゃ丸裸かな丸裸になってる。すごい考えてある。めっちゃいい。やっぱりね、リチウムが最初についてるからこの金額が飛び出しが結構高いんですね。そうですね。これがそのオプションなしなしの、はいでもリチウムのタイプになってるかな、そうこの値段。これでもうリチウムがついてるんですよそうですね。ね。でこれにこのオプション全部つけると今この車がこれぐらいですはね。いでこれがガソリン、ディーゼル。これはディーゼルです。ディーゼルの4駆がこの車になります。おー、サラウンドアイもついてこの値段なんですね。そうですね。高くないじゃないですか。安くはないから高くはないじゃないですか。ありがとう。結構頑張りますよね。結構頑張りました。結構頑張りおー、いいじゃないか。めっちゃいい。広いよね。広い。4メーター80ですよ。すごい、すごい、すごい。ありがとう。もうデザイナーが喜びます。これはすごいわ。なるほど。めっちゃ考えてる。今ジルノーブル乗ってるので、そのマルチルームはきっちりとっててめっちゃいいですけど、はいそんなに使わないんですよね。でも絶対あって必要っていうのは、これもう最高の案ですよね。昔と違ってやっぱりそのキャンピングカーを使うこう環境もだいぶ変わってきているので、昔はもう何もないところに行って何でもできるようにしなくちゃっていうのが本当にあったんですけど、最近はね道の駅だったりとか、ね、お風呂とかで RV パークなんかもねもう設備が整っているので、そしたら結構その水回りは最低限でもいいんじゃないのかな。タンクももう20で十分です。そうですやっぱ80ぐらいでこう全部絡んできひんの結構掃除大変やから、これやったらもうパンと出してでいいです。洗えるからね。ねこれ理想ですよ。あ、めっちゃいい。実は裏コンセプトがあって防災でキャンピングカー使ったらどうなるだろう、災害が起きた時に災害救助が来るまでの3日間乗り切るのには最低限どのぐらいが必要かなっていうのが実はこの車の裏ので一家族、例えばご両親とお子さんがいる家庭でおトイレもできてお水もそこそこ使えて、で何より車中で寝た時になるべく楽に寝れるように。めっちゃいいですわ。この奥のワークスペースもめっちゃ考えてあるほんまやね。人によってだからちょっと物足りないかもっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、このサイズでなおかつ駐車場に止められて、そうです。それがポイント。コインパーキング止められたらもうめっちゃいい。やっぱ5メーターで切られちゃうと、はやっぱ全幅もやっぱこれ2メーター以内に収めたので、めっちゃいいです。なるほど。いろいろ考えてこのサイズすごい、すごい、すごい。めっちゃいい。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。前もちょっとフロントマスクも一周乗ってみましょう。幅自体が大体これでこれはいい。これはいい。ではないです。すごい。おはようございます。おはようございます。それでございます。アンケートご回答いただいた方にお礼を差し上げます。あれよ、まこちゃん。トップがよ、もう。はい。あ、そう撮ったやろ。それがちょっと春がかっこいいんちゃう。これが入るぐらい。オッケーオッケー。ほらほら、めっちゃかっこいいやん。おお、いいね。お、2本目これやな。
これ便利やな。これ便利やね。でもスペースなんか開けられへん。収納スペ後ろからも開くもんね。後ろのトランクも開くもんね。おー、すごい。一番で真ん中がちょっとこう同じようなちっちゃい引き出ししてるな。おお。おー、結構入りますよね。そうですね。お客さんで片っぽは何も開くんで、片っぽは例えば汚れた洋服だったりとか。おお。で、水洗いできるようにのれんもついているので、本当に汚れ物用ですね。これはカチッて閉まるんですね。はい、そうですね。これもう、走ってる間に出てくることはないですよね。これをロックすると、あ、ロックなるほど。これロックがかかるんですね。今ジルノーブなんで、たまにこれが足にビヨーンと出てきてあった何回かあったんで、これロックだったんですね。安心ですね。はい、おこいです。は似てるおこいちゃん。い。ありがとうございます。ありがとうございます。だからコールドバンクスにやってまいりました。これバンクスバンコールドドックを見てからですね、リアエントリーの地獄から解き放たれて、中央普通のエントリーのやつ、はいエントランスが見たくなりまして、やってました。車価格1197万6000円。ソーラーオプションね。ソーラーついてるね、これね、この値段。これはね、はいね、冷蔵庫。はい。で、オーディオ、オーニングもついてないね。サーバッテリーが6キロですね。今日いいね、いいね、いいね。で、肉のガソリン4区。おお、4号ディーゼル4ディーゼルですおお、いいね。そこそこしますけど、はい。じゃあ順番まで中を見ましょう。順番待ち、順番待ち。順番待ち、順番待ち。はい、イギリスがついておりはい、ます。お水がついております。6キロ、あ、中にし6まキロ。はい、では中見ていきたいと思います。はい。お邪魔しまんにゃは、やっぱりどこと同じでこうなってるね。そうそこれいいよね。あ、いいよ、いいよ、いいよ。う。もうすでにイオの連発がついておりいいよ、ます。いいよ、やっぱり。いいよね、いいよね、いいよね、いいよね。やっぱりこれも。いいよね。いいよ、やっぱこれでしょ。いいよね、やっぱり。まあ、どこじゃなくてもほんもまや。コールドバンクスでいい。う。で、これだけ外してもうたらいいんちゃう。なあ、ほんまやね。これ外してもうて、アームラテープつけてもら。そううそうそうそ外れませんよ、私。う。ほんまやね。ああ。いいよね。やっぱり落ち着いてなんか。あで、コールドドッグと一緒で、ここ、は急ぎ作れんねん。あ。そうやね。で、ここもあって、はで、ちゃんとほら、ガス、はい。電気、はいで、冷蔵庫。はい。そして、ここはタンクかな。あ、ポリタンクや。ポリタンク。下がポリタンクなんや。あー外から出すタイプのポリタンクなんや。これ清水やね。清水。で、こっちが、清水道だ、下のあれやな、多分。そうそう水だな。で、ほはいら、あボックスここボックスねでもほら、はいどこちょっとあんねん。はいはい。うんね。いいね、二段ベッド。いいね、いいね。はい、マそしルチ。てマルチルーム。お、十分じゃないですか。十分ですね十分ですか十分ですねはい、じゃあ、閉めてください。はい。覗いててねえよ。覗いててねえよ。遊ばない、遊ばない。やっぱりいいね。やっぱりいいね。ほんで、ここもうパトラ棒ついてるわ。そうそう。どこと一緒ね。どこ一緒やね。はいいよそねし。たらリードフックがついてないのと、と、そこに窓がついてないのと、シートもこれいいよね、これ。うん。そこがやっぱその棚がある。そう、ここの棚があるっていう。ええやん。でも棚があったら一人こっち向いて仕事できるね。ほんまや。ちょっと。こんな感じになりますけど。でもご飯用意しながらも。ほんまやな。ほんで足はこう伸ばせるやん。朝伸ばせるよ。ええやん。いや、ほんでもここテレビ来るで。そうテレビ来るわ。でもアームやアーム。うん。
そうか、こう出しといたらうんねえ、いいねいいね。いいねいいね。やっぱりこれでしょ。このワンツーさ。なあんだけ夏で言うといて。ほんまや。でもいい勝負やで。ええ勝負ええ勝負。夏もかったで。うん夏もよかった。悩むところやね。夏よかったよ。うん夏よかったよ。やっぱねもうどこを見てから、うん。リアエントランスの自爆から時離れた。鼻垂れてる垂れてる。全然中央でいいね。いいよね。広い十分広い。すいませんありがとうございありがとうごまざいます。す。靴を添えていただいてます店員さんに。いいよね。いいよね。新しい。新しいタイプ。ロックがない新しいタイプ。いいよね。紐もない。ほんまや。あと500万やな。あとそして500万ですな。ここにイリスいいでのパネル。す。いいね。 436ワット入で力。ここがこっちにベンチレーターなんやな。はい。マックスファン。マックスファンスピーカーもついてます。スピーカーオプションなんだねこれきっと。あ、傘立てもほら。ほんまや細かいとこに気が利く。あ気が利く。ほら。うわ気が利くいいやん。ほんとしか入らへんねんこれ。わざとほんまやねなんできてはんねんこれ。普通の入らへんねんきっと。だからこの傘このサイズの傘でもを普通のこうやっても全然大丈夫や。大丈夫やね。いいよいいやね。あ、ステップがある。ステップがある。ステップこれオプションやで。あ、そうだ。うわ、ストレップは。赤い。はい、バンテックブースに展示されているトラビオでございます。今後このトラビオがバンテックの車両のベース車として開発されていくようでございます。期待大ですね。たくさんのご来場ですね、今回もありがとうございます。今日ですね、はい、バンテックブース中ほどにございます、いすゞトラビオ、シャシだけで飾っているわけなんですが、こちらのですね、ことをですね、さまざま、実際にいすゞ自動車の方にですね、お話を伺ってですね、さまざま切り込んでいきたいなと思っております。ぜひともですね、お時間許す限り聞いていってください。それではですね、早速、いすゞ自動車ご担当の方、お招きしたいと思います。いすゞ自動車株式会社国内販売事業部、大塚さん、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、いよいよ今日は3回目ですね。昨日に変えたからね、3回目。同じようにしてびっくりするんで、昨日聞いてでも知らないふりするんでね、お願いしますよ。よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介お願いします。はい、いすゞ自動車国内営業部門の大塚と申します。キャンピングカーのカテゴリー担当してますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。昨日ずっと立ってて疲れて、座ります。座りたい。はい。ということで、今回ですね、じゃあこのいすゞトラビオ、せっかくねまずいすゞのはい、大塚さん来ていただいたんで、いろいろ聞いていきたいなと思うわけなんですが、まず最初にそもそもこのいすゞトラビオのこの簡単な概略、それをちょっと説明してもらってもいいですか。わかりました。はい。今回このいすゞトラビオというキャンピングカー専用車種なんですけれども、はいこちらが昨年の11月に発売をしましたはい新しいキャンピングカー用の車種になっておりまして、まずこの車の一番の特徴なんですけれども、はい現行の国内の、普通免許、はい新普通免許と言われている 3.5 トン未満のはいはい免許で運転ができる、かつこちらは AT 限定の普通免許で運転ができますので、免許を取った方、はいどなたでも運転ができるという車になっております。ってことは、これで、仮にキャンピングカーを作った場合、夏休みで、免許を取った
高校生でもキャンピングカー運転できるんです。そういうことになりますね。高校生でも運転ができる。初めての車がこのキャンピングカーでも大丈夫です。すごいですね。そうですか。まあね、その18歳でまず免許で取れる。他に何かありますか？ですね、免許のところももちろんなんですけども、それに合わせてこの車両のサイズ感というのが特徴かなと思ってまして、この車両サイズですね、乗用車でいうと2番クラスとかほど変わらないサイズ感になってますし、トラックシャーシというところが特徴で、最小回転半径、車の小回りの回転半径と比べても、車で4.4メートル。4.4メートルが、ほぼ軽自動車ぐらいの回転半径で。いや、軽自動車ぐらい回っちゃうんですか？もちろん車両のサイズが大丈夫ですか？あれなんで。普通の方ですよね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？そうですか。4.4メートルっていう、その小回りの利くっていうところが特徴になってまして、その普通免許取ったばっかりの方でも、安心して運転ができるかなというふうに思ってます。すごい。じゃあ取り回しもかなり楽。そうですね。ハンドルがすごい切れる車なので、前もないですし、こういった100オーバータイプの車ですので、比較的視界も広くて運転がしやすいかなというふうに思います。そっか。じゃあとりあえず取り回しも楽なので、初めての車でも大丈夫、高校生でも運転できる。とりあえずその取り回しの部分、運転しやすさという部分は分かりましたと。やっぱり気になるのは運動性能ですよね。運動性能、例えばエンジンだったりシャーシだったり、そういったのの部分どうなんですか？ですね、この車のエンジンなんですけれども、1.9 リッターのディーゼルターボのエンジン、RZ4E というエンジンを採用してまして、いすゞ自動車がですね、タイで製造している D-MAX というピックアップトラックがあるんですけど、そちらに採用しているエンジンを国内向けに改良しまして搭載をしている。これに組み合わせて4速の AT 組み合わせておりますので、燃費が良くて、かつそのパワーもしっかり出せるっていう、ディーゼルの車で、特にこの 3.5 トン未満っていうクラスですと、ディーゼルとしてはこういった車種では、唯一の車になりますので、誰でも運転ができるディーゼルのトラック、シャーシということになります。なので、キャノコンとしてもこれが唯一のものとして出題します。そうですね。すごいですね。実はコルドバンクス、コルドリーブスあたりが確かに普通免許で運転できるんですが、その、許可っていうのは実はトヨタとして OK を出しているわけで、私たちが独自に試験を出して、結果的に許可をもらっているというような形なので、自動車メーカーなんか持っているってなると、確かにそうですね、唯一になります。すごいですね。いやー、なるほど。で、今ね、ちょっと燃費がいいってちょっと聞いたんですけど、多分仮装するね、この状況によっていろいろ変わってくるとは思うんですが、大体燃費どれぐらいなんですか？この車自体は、届け出という意味でいうと、平ボディの車で、国への届け出っていうのはしっかりしてまして、その届け出の中量車燃費基準っていうのが基準のクラスになるんですけども、中量車燃費基準の届け出値っていうところ、カタログの届け出値でいうと、リッターあたり13.6キロという、これクラスナンバーワンクラスになると思うんですけれども、ここに加えて、平ボディから多少キャンピングカーによって手数が変わりますので、前後あるかと思うんですけども、それでもかなり燃費のいい車までいっていいと思います。なんか2リッターのディーゼルターボっていうと、なんか走るか走らないかよくわかんないんだけど、実際どうなんですか？ですね、排気量は確かにダウンサイジング小さくなりましたので、パワーが少なく感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、純正といすゞ自動車に出している同じクラス、1.5 トンクラスという車に比べると、トルクが強くなりました。トルクがね、今日は力強いところですね。力強いです。320トルクというトルクの強い車になっているので、特にこういったキャンピングカーのように、車が重たいような仮想物であっても、しっかり坂道に登っていくような走りもいいっていうところを体感できるかなと思います。そっか。だからエンジンがこうブン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 回るというよりかは、力強くしっかりエンジンが走っていくっていう、そんなイメージですね。ディーゼル特有の走りっていうのがあるので、2リッター多分1.9リッターのディーゼルターボでも大丈夫ですよ。なるほど。エンジンのじゃあ走る部分分かりました。やっぱりね、キャンピングカー専用車種、専用車両、専用車両ということで話してるんで、やっぱりね、
荷台の部分に人が乗る乗り心地とか、そういった部分、キャンピングカーとしていろいろやってるんですか？はい、そうですね。そちらについても、これキャンピングカー専用の車種ですので、はいまあ、いろいろ部品を通常のトラック車種に比べると、まあ、交換変更している部分がいっぱいあるんですけど、はこのトラビオはですね、まず一番のポイントとして、リアの、サスペンションのところが、まあ、専用のテーパーリーフサスっていうのを採用してまして、はいまあ、こちらで、乗り心地の改善っていうのをしっかり施してます。でそれに加えてリアのスタビライザーっていうのもつけてますので、通常のトラック車種に比べたときに、まあ、最大で 15% くらいのロールを抑制する形に。そうね、ロール、そうスタビライザー、ロールを抑えるんですね。そうですね。でどうしてもやっぱりキャブコンって背が高いので、まあ、重心が高いっていうのもあって、そうですねまあ、ロールが強くなりがちだとは思うんですけども、そこもスタビライザーしっかり入ることで、ロールを抑えてということをやってますし、あとはまあ、電力のところでいうと、この車が12ボルトの車になるんですが、そうですね。150アンペア。150アンペア。多分これもクラスで一番で大容量のジェネレーターつけてますので、まあ、そういったところもキャンピングカーならではの、まあ、電力を使って車において、まあ、安心感があるところになるかなと思います。かなりその走行充電のスピードアップもちょっと見込めるって感じですね。あとはまあ、スタビライザーの話先ほどしましたけども、スタビライザーをつけてロールも抑えることによって、車両姿勢がしっかり、まあ、安定するというところがあるので、まあ、皆さんワイドトレッドとかそういったところの、まあ、お話よく聞きすると思うんですけども、この車はそこのトレッドは標準に抑えて、後ろは前と同じ。そうです、標準に抑えてるんで、その分ですね、まあ、スタビライザーだったり車両姿勢がしっかりと取りながら、直進と走行時の安定性っていうのをしっかり持たせる。なのでバランスのいい車に仕上げてありますので、このキャンプコン乗せて、キャンピングカーに仮装しても、まあ、走行性能が高いというふうに思っていただければと思います。なるほど。すごいですね。まあ、とかリーフスプリングも全部変えてるし、で柔らかくした分、ロールが出ちゃうからっつって、スタビライザー要はこの横の動きもちゃんとしっかり制御してますよ。なので安定性しっかり出してますよ。ワイド、後ろワイドにしなくて大丈夫ですよ。そういうことですね。すごいですね。そこがやっぱりポイントになるかなと思ってまして、まあ、どうしてもそのトレッドの幅とかによって、まあ、いろいろこうメリット、デメリットあると思うんですけど、やっぱりそれって何が一番いいのかではなくて、バランスがよく車作ることが大事なので、これはそのトラビオに、まあ、キャンピングカー用に一番バランスのいいスピードがありますので、トレッド幅のところで、この形を今回採用させていただいてます。なるほど。OK です。わかりました。じゃあ、とりあえず、高校生でも乗れる。そしてエンジンパワーは、まあ、トルクがあるんで大丈夫。乗り心地については、専用設計してあるので、まあまあ、安心して走れる。でね、やっぱり私たちバンテックは、そもそも快適で安全という企業レベルを掲げてまして、快適っていう部分は、まあ、エンジン、取り回しが良かったり、エンジンもしっかりトルクがあって走りやすかったり、安定しますよという快適な部分は分かりました。やっぱ安全の部分気になりますよね。安全の部分どうなってますか？安全についてはですね、まあ、クラスのナンバーワンの最新のこのセーフティーの技術っていうのを、まあ、とにかく採用してまして、このトラビオのクラスですと、まずはまあ、見ていただくと、ダッシュボードの上に、カメラが2つついてます。2つありますね。こちらがステレオカメラという、まあ、カメラになっていまして、人間の目と同じようにですね、2つのカメラで物体をしっかりまあ、検知するといったものを採用しています。どうしても単眼のカメラですと、検知能力に限界があるので、2つのカメラでしっかりその対象物を把握する。それが例えば前を走っている自動車だったり、歩行者であったり、自転車、バイクであったりとかっていうのをしっかり検知できるようになっている。まあ、検知能力が優れたものを採用しています。なるほど。でこれに加えて、エンブレムの下についている四角い箱の部分、これがミリ波レーダー。ミリ波レーダー。これでしっかりまあ、これ主に対自動車なんかをしっかり検知できるようになっている。でもう一つヘッドライトの中央部にある、まあ、黒いボックスみたいな。ヘッドライトとウィンカーの間、このちょっと台形みたいになってるんですね。こちらの中にコーナーのミリ波レーダー、コーナーのミリ波レーダー、ミリ波レーダーついてまして、まあ、直進時だけじゃなくて、左右の、まあ、右左折時の、まあ、プリクラッシュブレーキって言われますけれども、ブレーキがかかるというような機能がついてまして、
まあ、今、法規で乗用車なんかもそうですけれども、つけなきゃいけない安全装置がいくつかあります。はい、ありますね。これはまあ、どの車ももちろんついてると思うんですけども、トラビオはそれに加えて、はい直進時だけじゃなくて、はい右左折時の、はいレギュラーショーレーと、車間距離警報。車間距離計はい、まあ、前の車と車間距離が近くなった時に警報が出しております。はいはいはでこれとあともう一つですね、ブラインドスポットモニターはい。が機能がついてまして、ブラインドスポットモニターっていうのは、例えば T 字路なんていう橋がかった時に、まあ、ドライバーさんが左右見て判断されると思うんですけども、そこを補助するような形で、例えば見通しの悪い T 字路なんかで、はい車がこう近づいてきた時に、それを検知できるような機能がこの車にはついていまして、それをサポートしているのがこのヘッドライトの中央部についている右ハローバー。この機能で、まあ、より人の目よりも幅広い範囲で、いやー、そうなんですよね。そう。見通しの悪い交差点ね、お腹つくいちゃってハンドル見えないんですよ。そうですよね、ハンドルこうなってるんで、見づらいです結構ね、キャップこうなってるんですね。お腹つかいちゃ見づらい時があるので、こういうのあると助かりますね。そうですね。まああくまでこういった先進機能っていうのは、はいまあ、何かあった時にしっかりその被害を軽減するとか、はいまあ、事故を防ぐとか、そういったところももちろん機能として求めているんですけども、はいはいそこだけじゃなくて、ドライバーさんがまず事故を起こさないように、運転ができるような、まあ、手助けをするとはいいったような、ところも求めているので、はいまずはその事故を起こしづらいような、うんまあ、警報だったりとか、うんそういったものでしっかりアナウンスをしていって、はいもし万が一事故になった時にそれを防ぐもしくは被害を軽減する、まあ、段階を踏んで安全装置がしっかり機能していくような形で、採用しています。すごいですね。そうか。ね、そのミリ波レーダーがついてることによって、バイクとかも多分そうですね、右左折時のブレーキラッシュブレーキがついてますので、例えば右左折したときに、歩行者の方だったり、自転車の方が近づいてきたときに、しっかりそれでブレーキがかかりますよということでございます。で、特に多い事故としては、まあ、こういったトラックの歩行者のタイミングがそうですけれども、直進、自分が右折するときですね、右折するときに、対向車に走ってですね、なったときに、まあ、その対向車の切れ目のタイミングで皆さん上がっていくと思うんですけど、その上がっていくときに、どうしても、同一方向に走っている自転車とかを見落としてしまうケースが多い。まあそうですね。どうしても見落としがちになってしまう。自分が急いでハンドルを切ってアクセルを振るっていっちゃうので、そういったときに、この車は、その右左折の振り返しブレーキついてますので、見落としてしまった自転車なんかに反応をして、まあ、この車の走行方向と、そういった移動物が、まあ、ちょうど差し掛かったところでブレーキがかかるような形になります。まあ、検知をしてブレーキがかかるような形になります。いや、それすごいですね。だから、とはいえですよ。とはいえ、例えば、そうですね、渋谷とか都内のね、人混みの多いところにバーって走っていくと、当然だけど人もチャリンコもたくさんあるじゃないですか。でもまあ当然信号赤だったら使わないし、そういうの反応しないですか。そうですね、あくまで作動条件っていっぱいあるんですけれども、そんな中で移動物、移動している、動いているものに対して反応をする、自分の車速に対して、それに、まあ、近づいてくるものに反応をするようなシステムになりますので、例えばその電信柱だとか、ポールだとかっていうのを動かないものもそうですし、止まっているものに対して、ブレーキがかかっちゃうとか、そういったことはないシステムになるので。別に誰が決めてるんですか。これ止まってるとか動いてるとかって。これ中にはしっかりコンピューターが入ってます。あ、コンピューターがね。小さく入ってるわけですね。入ってない。はい。やべえみたいな。そういう感じではない。そうですか。はい。そうですか。はい。すごい。やっぱりその。なんていうんですか、街中、そうそう、これ、さっきね、お客様から質問受けたんですけど、この車、クルーズコントロールがついてない。ついてないですね。つけてほしいっていう話があったんだけど、なんかこう、いすゞとしてのトラビオの2トン車と4トン車の方が、なんか考え方があるんですか。そうですね、まあ、ちょっと今回、このトラビオっていう車に関して言うと、エントリークラスっていうことに、位置づけをさせていただいてまして、エントリーのモデルにおいては、そういったFACC と言われているようなクルーズコントロールだったりは、
つけてないです。なんでかっていうと、クラスをちょっと分けさせていただいて、この1個上のクラスに B カムという、2トンクラス、2トンベースのキャンピングカー専用車種を置いてまして、このフラッグシップの B カムにおいては、そういった安全装置をすべて採用させていただいているという形になってまして、これは使い方だけじゃなくて、商品のカテゴリー別に製品差つけさせていただいているんですけれども、なるほど。じゃあスタンダードタイプのトラビを、ハイエンドモデルの、B カムっていう形になる。そうなんです。で、これはトラックの方でも同じような考え方で、今エレフェっていうクラスは全てそういうのをつけてますし、それ以上のフォワードギガっていうクラスももちろんついてるんですけど、例えばここ最近 CM でも流してるエルフミオンっていう出てるんですけど、こういった車にはあえてそのクラスのその機能は外してる。証券性を分けさせていただいたりとかしておりまして、どうしてもそういったご要望をいろいろいただくことも多いので、今後また検討はしていくと思うんですけど、すごい検討してくれる。検討は分かんないですけど、つけてほしいです。つけてほしいです。検討してくれる。検討はもちろんさせていただくと思うんですけど、一旦はそのエントリーモデルとフラッグシップでしっかりそこは積み分けさせていただいて、その分手に取りやすい金額帯に落としていくとか、よりエントリーの車なので、多くの方が、キャンピングカー乗ったことない方だったり、今まで買ったことない方でも、欲しくなるような、どうしてもいい機能って全部つけたくなるんですけど、全部つけて手の届かないみたいなしまう。そうなんですよね。そうなんですので、そこはちょっと積み分けっていう形で、よりハイエンドなもの、もしくはベテランのキャンパーさんであれば、ビーガンっていう車がありますので、こういったところでちょっと積み分けをさせていただくと、いやー、すごいですね、トラブルね。本当楽しみなんですけれども。で、今回、だから、ビーガムにしても、そのトラビオにしても、ね、自動車さんがキャンピングカーという世界の中に、今回ね、大体こう、キャンプになるので、キャンプという形が入ってきているわけなんですが、今後のこの、なんていうんですかね、キャンピングカーの市場というか、キャンピングカーの世界っていうのを、自動車さん的にはどうご覧になってますか？そうですね、キャンピングカーの業界っていうのが、自動車としても、かれこれ、そうですね、80年代とかから、自動車としてのキャンピングカーのカテゴリーって一応、製品があったりもしますし、ビーカムについても、もう2011年から製造をしていたりもするので、長くやってきている部分ではあるんですけれども、これから先、より市場が広がっていくだろうなと思ってまして、よく言われることですけれども、災害対策であったりとか、そういったところでのニーズがもちろんあると思いますし、万が一のためにっていうので、皆さんのご協力だったり、あると思います。で、そこにより企業さんだったりとか、自治体の方だったりとかっていうのも、興味は持たれてると思うんですけど、そこは例えば災害だけじゃなくて、オーバーツーリズムの対策だったりとか、そうね。これからも増えていくと思いますし、コロナ禍以降ですね、生活様式とかも変わってきているので、よりこういったなんていうんですかね、移動できる空間っていうのが広がりを持っていくっていうのがあると思っているので、イスとしてもですね、こういった技術、我々が持っている技術を生かして、こういった製品を導入して、ちょっとこういった市場の中でも、よりこう盛り上げられる存在として頑張っていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。ね、この安全技術とかもすごいし、そういったその、なんていうんですか、エンジンとトランスミッションと組み合わせ、シャーシのノウハウっていうのも、長年そのトラック製造されてきた経験に基づいてやられてると思うんです。で、今おっしゃっていただいた通り、そのキャンピングカーの世界の中でも、このいすゞの技術、結構その、なんていうんですか、その、ハードな部分を当然トラベルの中でやってるんですけども、そのソフトの部分とかっていうのは何かあったりするんですか？そうですね、ソフトの部分でいうと、例えばなんですけど、いすゞでコネクティッドの技術、通信の技術です。コネクティッド、コネクティッド技術っていうのがありまして、これ何かっていうと、これはトラックならではの考え方かもしれないですけど、いろんな車両のデータを通信を取って、車両のコンディション、車の調子ですね、をしっかり遠隔でモニタリングできるようなことをしている。そういったことがあります。で、これはイスでプレイズムっていうのをやるんですけど、このプレイズムの技術でですね、
例えばこの車の調子、エンジンの不調だったりとか、もしくは消耗品の残量だったりとか、消耗品の残量、するんですけど、こういったのをいすゞの販売店でも見ることができますし、お客様の例えばパソコンであったりスマートフォンからも見ることができますので、消耗品って例えば放射水の残量だったりとか、の電圧異常なんかも、見れるようになってますので、例えば不調が出てると、その不調のアラートが出るようになっているので、例えばそのアラートが出たときに、最寄りのいすゞ販売店の車を持ち込んでいただいたりとか、やることができますし、いすゞ販売会社でも同じデータを取ることができるので、例えばそれで事前にどういった不調が出てるっていうのも、いすゞが把握ができていれば、より、短い整備期間、車を直してお返しするより、段取り8の仕事もですからね。それができることにも活かせると思ってます。こういったコネクティブな技術、いすゞはかなり先行して開発進めてきましたので、そういった技術を、今販売されているこういった車には全て搭載しています。これもついてる。これもついてる。怖いじゃないですか。この車も皆さんのお手元に取れた時にはスマートフォンから車のコンディションが見えるということで、そうなんですね。じゃあそういったあれオイル交換とかも分かるんですか。オイル交換は残量交換の時期はちゃんとデータ取れるので、あくまで走行の距離が決まってくるので、そこはデータそれとは別でってことか。そうです。それと別に、センサーがついてたりするんで、溶素水の残量だったりとか、そういったものは別で取れるようになりましてます。見える項目がいくつかあるんですけれども、そこを見させていただいていて、お客様の方にもご提供しているデータもあるので。なるほど。そっか、それが全部とりあえず必要、ユーザー的に必要範囲内のデータというのはスマートフォンとか、パソコンで個別で見れるという。そうですね。ID パスワードを取っていただいて、スマートフォンから見ることができます。それトラビオでできます。仮にトラビオでバンテックのキャンピングカーを作りました。それは使えるんですか。使えます。すごい。ありがとうございます。そうですかね。もう本当にさまざまな最新技術、そしてそういったハードな部分のね、ソフトの部分も惜しみなく使わせていただいて、このバンテックのキャンピングカー、そしてもうひいてはね、もうキャンピングカーの日本のキャンピングカーのね、市場もねいろいろ買ってくるのかななんて思っておりますが、最後にですね、皆さんにいすゞ自動車一言あれば、一言、はい、いすゞの頑張る。めちゃくちゃ大好き。小祭り。そうですね。今までこのキャンピングカーの、このキャンピングカーショーもそうだと思うんですけども、なかなかいすゞの車って見かけることがなかったのかなと思ってます。で、去年くらいからですね、ちょっとこのキャンピングカーの市場にしっかりやっていこうっていうのを思いを持って取り組んできました。いつかイベントにも出させていただいたりとかもして、ちょっとやっと人目に触れてきたかなと思ってます。で、トラビオこれ去年11月に発売して、これからっていう車なので、より多くの方に見ていただきたいですし、そこで逆にいろんな意見をいただいて、我々の方では、これから先の開発にもつなげていきたいなと思っているので、そこは我々が独自に勝手にやるんじゃなくて、お客様だったりとか、マーケさんだったりとか、納得いただいて、いい車をより作っていきたいなと思ってます。すごい、それ自動車メーカーさんがそれをやってくれるってめちゃくちゃすごいですね。どこまでできるかって。もちろんね、いろんなもう本当にね、ちょうどいすゞ自動車の藤沢工場が僕の実家歩いてすぐのところにありまして。いつも花火大会の一緒になっちゃう。ありがとうございます。そう、夏休み花火大会。あんな大きい会社が本当に一つ一つのユーザーだったりビルダーの声をちゃんと吸い上げて新しい車種を作っていってくれ、進化させていってくれるっていうか、本当にすごい話ですね。いやー、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、いすゞ自動車、国内販売事業部、大塚さんでした。ありがとうございました。トラビオ、昨日トークショーやってはりましたけれども、ご覧になられました。はい、そうですか。あれはこれから採用されるということなんですか。これからやっていきます。いつ頃
まだ実は開発中で、はいもうちょっとまだ先が見えてない状態では、そうなんですか。ただそんなに遅くはなれないので、はい今目下、制作中というところ。制作中。はい。なんかカムロードが生産止まるっていう。まあありますよ、大丈夫ですよ。生産は止まるけど。そうなんですね。それはカムロードが切り替わるっていうわけではないなくて、はまた新型車。そうですね。で全く違うバンテックのクロス出てくるわけですね。もしのあれ出てくるんやったら。そう。あれはそもそも 3.5 トン未満の車種なので、基本的にジルは乗らないんですよね。ああ、なるほど。なのではいまあ乗るとしたら多分コルドだと。コルド。ああ、いいですね。とはいえ、はい。ね、コルドもこれはそのまま乗るわけではないので、はい開発まあちょっとね、どういう形になるかわかんないんですけど、まあそもそもボディの形状は変えていこうかなっていう話で今ボディのイラストを作ってますんで、一からのうちずっとコルドリーブス、リアエントリーを、はい次どうかなと思ってたんですけど、この間ミキパパファミリーが、ドッグをおおそう乗り換えて、はい見た？ドッグを見てすごくいいなと思っいい食て。ないもうない。なんかリアじゃなくても、もうセンターで全然十分やなって言って。荷物も2段ベッドのとこ全部荷物置きにして、もうバンクで寝るっていう感じにしたら十分広々でいいかなと思って、どっこいいなって言いつつもうないからないじゃあコールドバンクスかなと思って、でコールドバンクスやったらどっこはなんていうんですか、戸棚というか、入ってすぐのシェルを全部ぶっ飛んで窓ついてるじゃないですか。はいあんなのはコールドバンクス買ってやってくださいって言ったらできるんです。窓は無理でも棚取ってくださいとかできる。うわ基本的にはできない。あれがまあ特注なので。やっぱりできないんですか。あれが特注モデルで一応それ用の家具で生産してるので。なるほど。そうなんですよ。そうか。今ちっちゃい48 480見ましたけど、はいあれはあれですね、2階後ろの2段ベッドのところに扉がこうついてるのでマルチルームはないんですね。そうマルチルームがないんですけど、はいベッド外すとマルチルームになる。だからあそこでトイレするようにしてもいいよ。向かいだと席シートにもなるんですよ。そうシートになる。こっちとこっちがですか？外すとそうああ、こっちとこっちがですね。こっちとこっちで。ああ、2段ベッドのこっちとこっちが。対面のねソファーになるなるの。ほどね。対面になるところにトイレ置いたら片っぽトイレで片っぽ座って見てる。真ん中や。対面の真ん中やトイレこう。真ん中でこうトップランプやから。まああそこで今日はシャッターできるので、はいはいマルチルームとしてもまあ使える。そうですね。ガバッとバンパーが開くのは、あれはあれだけなんですか。後ろがこうガンパン開いてくるから。初めて。私短く作った分物が入らへんからあそこ引き出して入れるっていう感じ。もともとね、構想としてはこの480っていうそもそも全長が短い、キャンピングカーはもともと構想として、まあ当然昔ジル480っていうのがあったんですよ。でそれの後継モデル作りたいよねっていうことでずっと構想をやってたんですけども、やっぱ結構ねギミック凝ってると思うんですけど、やっぱりね作ったりなんだり開発だったり、やでもトライアンドエラーでも7転び八起きみたいな感じでやっとできたと思480のサイズは、もうあれ一手っていうような感じですか。まあ今のところはですね。でこういうので480かもしれないですね。わかんないですけどね。なるほどね。後ろがあれやから。そうでまた逆に言えばその分だけマルチルームが方式が増えるかもしれませんね。後ろ全部使えますよっていう風になるももしかしたらそのペット用の車だってこれからラインナップとして出るかもしれないしっていう本当にマジでこのなんていうのかな、新しい可能性を秘めたシャーシシャーシとしては、カムロードも設計がだいぶ古いじゃないですか。でトラビオはものすごく最近の足回りで、やっぱり乗った感じだいぶ違いますか。乗ったか僕ね乗ってないですよ。乗ってないんですか。っていうかまあこの状態で乗っても多分そうね、後ろがないもんね。何がそうですけども、まあちょっとね僕動かしは動かしたんです。で動かしたんですけど、セーフティー機能っていうんですか。まあ昨日ちょっと話したトークショーで話したそのなんていうのこの辺の障害物とか衝突安全も全部ミリ波レーダーもついてるので、すごいです。そういうなんていうのかなその
最新技術みたいなのめちゃくちゃ入ってて、電子パーキングブレーキもついてますもんね。そうそうそう、もうついつい忘れちゃうんですよ。はい、あれだけつけなきゃね、水水のもの。アダプティブクルーズコントロールだけがついてこなかったのが残念だな。これ自体はそのなんていうんですかね、もともとミオ、エルフミオ、エルフミオのベースにしてるので、エルフミオってジムのトラックなんですよね。なので要は高速道路に乗らない設定なんですよ。そうなのでそういうのはなるほど。その代わり街中で安全なセンシティブ装備っていうのも全部つけてる、セーフティー装備っていうのを全部つけてる。これがもうね、いすゞの考え方なんですって。はあ、そういうことなんですか。エルフについてきたからエルフミオもついてくるんかなと思って期待してたんですけど、そうなんですよ。じゃあ今後も乗る予定はないということですかね。まあどうなんですかね。まあなかなかあれなんですけど、ただ本当にそのいすゞ自動車さんがめちゃくちゃ近いので、僕らと本当に意見交換してやってもらえるので、そういう意味ではご要望という形であげといて、ご要望出してください。アダプティブクルーズコントロール、ぜひつけてほしいね。あれすげえ楽ですもんね。すげえ楽です。ちょっと怖いですけどね、僕今日ね搬入僕たまたまなんですけど、レンタカーフォワードで来たんですよ。そうですか。もうすごいですね、最近のトラックが。毎日いくら楽ちんやもんね。楽ちんやもんね。すごい。びっくりした。で2025年モデルからイリスが6キロになったんですよね。急に桁が6キロになりますね。6キロっていうことはアンペアアワーでいくと12で割るといくと6。急に単位が変わってしまって。そうそうなんですよ。ワットで言った方がいいよねみたいなで300アンペアアワーっていうと、4キロっていうと333.333アンペアで単純に計算ができないよね。6キロだから6000を割ることの12で500だ。500乗ってるんですか。十分やね。十分ですよね。要は2キロのバッテリー向こう増やしてなんか前はそのイース自体が使ってる電源が結構大きくてって言ってたんですけど、実際乗ってる人がバージョンアップが来て変わってから急にクッと減ったって言ってみて。そういうのもあります。もう常にバージョンアップしていくんですか。もうねすごいですよ。そうですか。こんなにバージョンアップ、もう iPhone よりバージョンアップしてる。そうなんですか。何回ぐらいバージョンアップしてるんですか。何回もう数えきれないです。何点何点何みたいになってるんですけど、だからもう何点何点何のここの桁変わるかここの桁変わるかここの桁変わるか、なんか分かんない。スマホの操作とかも変わったりは。若干表示変わったりしてます。そうなんですか。見やすくなってますね。それこそミクバのとこで体感させてもらって、おーただマイナス20度で動きますので。すごい。マイナス20度で動くって言ったらおかしいですね。マイナス20度のところに、キャンピングカーで行ってもイリスは動くっていう、そういうことです。マイナス20度だと動かないですけども、なるほど。ありがとうございます。いいのかな。そんなとこかな。他なんか聞いとちょっとだけ貫禄増しましたよね。そこすごい。これそうですよね。そうです。定期的にお会いしてないので。一応定期的に YouTube は見てますけど。増えたんです。まあ増えたのは増えたんですけども、向こう側行ったんですよ。三桁の向こう側に。向こう側。6キロから超えたんですで、帰ってきたんですよ。帰るんですね。帰ってきたんですけど。カムバックツミー。帰ってきたんですけど、今そっちに戻りつつある。昨日見てあれ貫禄ついてる。だよね。これスーツだと思うんですよね。違うんですよ。このスーツもちょっと向こう側行っちゃって。それをこのイベントの1週間前スーツ必要だったんですけども、スーツ着る仕事があってスーツ着ていったらズボン破けちゃったんですよ。それちょっと一回り。そうなんですよ。いつもちょっとセミオーダーで作ってるんですけど、なんか貫禄すごいあるからもう社長さんにならなかったんですそうそしたらね、青木じゃなくて坂瀬になりました。坂瀬案件になっちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いいたします。また